イムレスエディションゆきです。こんにちは。今回はインド占星術の視点から双子座の新月にどのようなエネルギーが地球に降り注いでいるかを説明していきます。惑星、ハウス、星座などの全体の関連性を読み解くものではなくて、双子座と新月に絞った解説になります。まず新月についてお伝えします。新月についても何回も説明しているので、今日は違った角度からの簡単な説明をしていきます。新月は月の太陽の光が当たっていない方が地球の方に向いている状態で、月はあるんですけれども地球からは見えないという状態になります。月の光がどんどん小さくなっていって全く見えなくなる瞬間ですよね。リセット、再起動、再設定みたいなタイミングになります。目には見えていないけれども確かに存在している内側の思いとか願いに意識が向いていくタイミングになります。あとはこのタイミングに意識を放って未来に向けてエネルギーを整える最適なタイミングになります。次に双子座についてお話ししていきます。双子座についても何回か説明しているので、このコンテンツに合う部分を簡単に説明していきます。双子座は好奇心とか知性、コミュニケーション、アイディアなどを表す星座になります。風のエレメントなので早くあっちこっちに動くっていうような性質も持っています。いろいろな場所を移動しながら自由を感じて情報をキャッチして、そこからアイディアを得て、あとはいろんな人に出会う、そんなようなエネルギーですね。あとは多様性を楽しむような性質も持ち合わせています。次に双子座の新月の意味を説明していきます。新月に限らず双子座の月っていうのは基本的にアイディアがどんどん湧き出るとか、興味がいろんなところに移りやすいとか、あとはたくさんのことを一度に扱うことができたりっていう特徴があります。この情報を得る機会っていうのがすごくたくさん今ありますよね。なのでインプットが多すぎて頭の中が結構混乱したりごちゃごちゃになってしまうっていうことがよくあると思うんですけれども、双子座の新月になると自分の中の思考とか考え方が一旦リセットできる、そして再起動できるタイミングになります。このタイミングで何が自分にとって本当に必要なアイディアなのかとか、どんな考え方が自分にとって最適なのかっていうのをクリアにしていくといいのかなと思います。あとはそのクリアになったその考え方を実際に言葉にしてみたりとか、書いてみたり発信してみたりっていうのもすごく向いているタイミングになります。新月のエネルギーを使ってここで気づいたことを実際に始めてみるっていうのが、また未来を自分にとってより良いものに変化していくことになります。次に西洋占星術も組み合わせた解釈をしていきます。新月の場合、稀に同じ星座のタイミングもあるんですけど、ほとんどの場合インド占星術で双子座の新月の時は、西洋占星術では次の蟹座の新月になります。インド占星術と西洋占星術の違いについては詳しくは前の動画をぜひ参考にしてみてください。西洋占星術ではより感覚的なこととか物事の前兆っていうのをキャッチしやすいのかなと私は解釈しています。なので内面では蟹座のエネルギーですね、心の深い部分を感じ取りやすかったりとか、自分の感情とか感覚に意識が向き始めている人も多いのかなと思います。一方でインド占星術では実際に起こっているエネルギーをキャッチすることが得意だと私は解釈しています。なので実際には自分から溢れる軽やかな思考とかアイディアっていうのを体験していくことが多いのかなと思います。この蟹座の感情と双子座の思考の統合っていうのがこのタイミングのテーマにもなるのかなと思います。やっぱり内側に安定感があるからこそ自由な思考っていうのができますよね。思考が整っているからこそ感情っていうのを穏やかに表現することもできます。この2つのエネルギーがうまくバランスが取れているかっていうのを見ていくのもすごくいいのかなと思います。次にこのタイミングに意識するポイントをお伝えしていきます。新月のリセットのエネルギー、あとは双子座の風のエネルギーを使ってこのタイミングに本当に軽く変化に身を任せていくっていうのはすごく大事なのかなと思います。あとは双子座が象徴する短距離の移動とか書くこと、話すことっていうのは思考を整理したりアイディアを得るっていうことにつながっていきます。なのでこの新月のエネルギーをもっともっと感じてみたいっていう人はちょっと小旅行をしてみたりとか、
自分の考えをメモにまとめてみたりとか、親しい人と深い話をしていくっていうのもすごくおすすめです。あとは双子座は発信っていうのにもすごく関わってくるので、新しい発信方法っていうのを試してみたりとか、この機にね発信を始めてみるっていうのもすごくいいタイミングなのかなと思います。このタイミングにおすすめのアロマは、まず一つはラベンダーですね。ラベンダーはこの情報がたくさんになってしまってこんがらがった頭の中っていうのを整理してくれて、たくさんの情報によって不安になってしまったりっていうこの感情の揺れっていうのをすごく落ち着かせてくれるのかなと思います。あともう一つはユーカリですね。ユーカリはすっきりした香りなのですごく呼吸を整えてくれる作用があるんですね。でその呼吸を整えながら、呼吸ってこの喉の第5チャクラですね。でそこをすごくすっきりして第5チャクラの象徴である表現っていうのをスムーズに、表現の広がりっていうのをもたらしてくれる香りなのかなと思います。こんな感じで双子座新月の説明をしていきました。この内容を記事で読みたいという方は、URL を載せておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。記事には、今のようなおすすめアロマとか、このタイミングにおすすめのセルフケア、アファメーション、このタイミングによくある質問なども掲載しておきましたので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画で。